皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さて今日はね、目と化粧ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて、前回は陰影をつけて終わったんだけども、結果絶対殺すマンになっちゃってね。こっから目入れたりしてどう変わるかって話なんですけども。これは目の上の方に暗い茶色を塗る。まあいつも同じ手順なんですけどもね、やってますね。はい。ですね、ちょっと最初に言っておきたいことがあって、うん。これ、今喋ってるの現在2025年の11月4日なんだけどね、私たち2日と3日、石狩模型人2025っていう展示会行ってましてね。はい。で、飛び入り参加させてもらいましてね、はい、A4 用紙ぐらいのスペースに少々自分が作ったものを持ってったんですけども、ですね、何から言えばいいかな。本当はね、今年は展示会なんか出したいなって言ってたんだけどね、どこもかしこも全部締め切り終わっちゃってて、最後の最後で、今回の飛び入り参加枠が存在する、石狩模型人2025が行われてましてね、このような機会をね、恵まれ大変ありがとうございましたと。ありがとうございました。でね、運営の人たちもね、すごいなんか親切で丁寧でね、すごかったね。で、なんか進行もスムーズな感じで、卓と卓の間もなんかこう十分スペース取られてて、いろいろなんかこなんか通路狭かったらなんか倒されるんじゃないかとか怖かったんだけど、もう十分広くてね、そういう心配は一切なかったね。相当なんかこう気使われてんだろうなっていう感じがありましてね。で、我々なんていうか門外観っていうか、完全にアウェー感満載で乗り込んだんだよね。一応ガレージキットも出していいですかっつって、いいですよって言われて、で設置してみたんだけど、開始1時間ぐらいはね、どうするこれって感じだね。誰も来ないし、そもそも見向きもしないぞこれって感じだったんだけど、ポツポツ興味持っていただけて、結構声もかけていただいてね、だんだん面白くなってきたなっていう感じだったね。そうこう言ってるうちに、まつげまで描き終わってますね、これ。これまつげをいきなり話変えてくる。いや、ちょっと説明もしなきゃなと思ってね。この人はやっぱなんつうの、けばい人ではないと思うんで、あんま濃い化粧はできない。なんだけども、なんせ、現段階では絶対殺すまになってるから、どうやって、YouTube だからあんまりそういう言葉遣いやめた方がいい。そっか。どうやって可愛く見せれるのかな。やっぱなんかこう、目元だよなと思って、でも化粧は濃くできないし、みたいなその中間を狙うような感じでやってみたんだよね。で、さっきの話の続きに戻りますけども、2日間、そうそう、最初1日だけって思ってたんだよね。なんだけど、1日目終わって、地元帰ってきて、酒飲みに行って、喋ってたら、やっぱ明日も行きてえなってなって、明日違うもの持ってったら面白いんじゃねってなって、1日目はコテコテのガレージキットばっかり持ってったもんで、2日目は怪獣とかミリタリー系行ってみっかってなって、2日目も行って、1日目より質問されること多かったんじゃないかなって個人的には思うんだけど、特にゴジラはね、結構興味持ってもらえたんだけど、なんせゴジラツイッターでいいね30ぐらいしかつかなかったやつだから、やっと報われたなって感じだね。
それも2日終わりまして、改めてこれちゃんと参加したいなっていう思いがますます強くなった感じだね。うん、うん。まあ来年はぜひとも。大きい卓でやりたいね。して、今日、私仕事だったんですけども、しばらくね、仕事中なんかもう、展示ちゃんとできるとしたら、あれやりたいな、これやりたいなとかね、考えてなんかそわそわしちゃって、仕事手につかなかった。興奮してたんだ興奮して、ちょっと、つってもまああと1年あるから。いやもうこれを機にさ、他に北広島とかユニとかでもあるから、まあ参加しても良さそうな雰囲気だったら出してみてもいいんじゃない？あ、そうだな。ちょっと早く準備しないとな。一応、白石とかでもやってるよね。一応何が必要かなってことはちょっとメモに書いておいたんだけどね。で、動画の方戻りますけども、目の下にピンクの線を引いてましたね。で、そのままその色使って唇にピンク入れてんだけども、これ唇をこう噛んでるからあんまり見えない。これさ、最初に、赤と黄色っぽい色を紹介してたでしょ。これ何対何ぐらいで色合い作ってんの？これ大体5対5ぐらいだったと思うな。5対5だ、これは。で、唇はほどほどに塗りましたと。で、今やってますのは、白目に落ちる影って言えばいいのかな。まぶたでできる影が、白目とはいえ、白目も明るいとこ暗いとこあるので、これを入れると、こうなんかちょっとグッとリアリティ増すというか、影だけどそんな暗くない色。これはどっちかというとやりすぎてるな。これ後で直してるわ。やりすぎてるというかはみ出してんだね。本来入れようとしてる範囲よりちょっと広がっちゃってんだけど、まあこれ、まああるあるっていうかね、塗りつぶして気に入る大きさにするっていうのがまあいつものことです。これは唇というか口の一番暗くなる部分って言えばいいのかなに、赤をちょっと塗ってますね。話戻るけど、その石狩模型人に有名な方いっぱいいたね。おう。にもう声かけていただいて、そうそう。生意気にもこうやって塗るんですよって教えちゃったりしてね。名刺ね、名前がいただけてね、見たら、って、なんかこの人すごいんじゃねみたいな。ちょっと偉そうにね、なんかね、塗り方語ったりしてみたけどね。最初ね、到着してさ、設置するときね、もう私ね、緊張しちゃってね、なぜかね、謎の緊張してね、手震えて。テレスをなんか、そわそわするとか言って、で箱からね、出して展示するときに手プル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 って、ね、なってから大丈夫かなと思ったもんね。自分でもやべえと思ったもん。落として壊すと思った。さすがに2日目は慣れたわ。あの規模がね、参加してみたいけど、怖いなって思ってる、なんていうかな、ちょうどいい、練習にちょうど良い規模感なんだよね、A4 サイズ1枚分ぐらいの飛び入り参加ってのがね。それがもう非常に得るものが大きかった。で、黒目を入れてますね。気持ちいつもより黒目大きめに塗ったつもりなんだよね。それはなぜ？いや、なんかその方が可愛く見えるかなと思って。なぜちょっとほらきつめだからさ、表情が。
あとなんか質問されてさ、これフルスクラッチなんですかとか。そうひまわりさんなんていうんだろう、木営用語知らない用語いっぱいあるから聞かれると分かんないよね。頭真っ白になっちゃうことがある。フルスクラッチって何ってなってね。うん。まあ、隣に俺いるからあ、これは買ったものですってすかさず言えるからいいけど。でもまあその言葉もそうだけど、なんていうの、結構さ、これは作られたんですかって聞いてくる人が多かったよね。うん、やっぱカーモデルとかミリタリー系、ガンプラがメインの展示会だから、ガレージキットって全然認知されてないんだよね。うん。でもガレージキット作ってる人ならわかるんだろうけど、全く見たこともない何かなんだよね。そうでもガレージキットなんですって言ったら、ああって、それは分かってた。ただあと、どこで買うんです、どうやって買うんですかっていう質問も結構あったよね。そうだね。まあそう言われればね、特に北海道に住んでたらね、どこにも売ってねえじゃんって話なのね。そうでもなんだ、ワンフェスで買うんですよとかっつったら、ああってちゃんと知ってはいるよね。さすがに皆さん知ってらっしゃいます。と今ちょうど目を入れてるじゃない。これ目は筆なんですかって言う人も結構いたよね。結構ね、目はデカールっていうキットも結構あるから、うん。まあ目はね、一応一生懸命やってるけども、まあ多分村上恵子さんとかの目見た方が圧倒的に解像度高いと思うけど。で、まあ、2人ともの名刺も持参して持ってって、もう YouTube もやってるんですよっつって宣伝しといたので、中にはそれで見てくださってる方ももしかしたらいるかもしれないね。うん、今まさしくこれを見てる人いっぱいいるかもしれない。その説はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、これはなんだ。ああ、なるほど。交際的なものを書こうとしてるな、これは。これが難しいんだよ。細めの筆で、なるべく筆先を尖らせて線を引くって感じなんだけども、いやーまだまだだな、なんかまだまだだな。この線は目の中心部分は黒くするんで、なんていうの、この交際の線は多少適当でもいいって言ったらいいのかな。適正な長さに後で調整するから、線の長さは気にしないで、とにかく細い線を引けるようにするっていう感じかな。で、こう筆が細いとね、塗料がすぐ乾いちゃうんだよね。筆が細いと水の含みが足りなくてね。だから特にこれ最初、なんていうんだろう、この世界入って最初の方はとにかく細い筆って思ってたんだけど、だんだんある程度太い筆になってきちゃってね。今結構太い筆使ってるもんね、私ね。ああ、そうだね。あくまで先がどれくらい揃って尖ってるかが重要。あれね、海外勢の人結構太いの使うもんね。太い。いやもう何度も話戻るけど、いやいい経験させてもらったね。楽しかったね。最初はまずその朝、そうでな、前の日な、興奮して全然寝れなかったんだよな。2人で
2時間とかん2、3時間しか寝れない23時間、俺確か12時ちょっと過ぎに布団入って、なんか3時半ぐらいにもう目覚めちゃって、もうダメだわこれですよ、起きてゲームしてた。次の日お酒飲んだからもうヘロヘロで帰ってきてすぐ9時ぐらいに寝たけど、まあ、2日目はねさすがに余裕で寝てたけどな、いや私もなんか2日目も行ったら面白いよねと言ったものの、いやでもまた行くのかみたいな、だから行かないっていう体にしといてって言ってたんだよね。なんか起きれたら行くわみたいな。起きれと言った割には俺先に起きて振ってみたら A4 用紙の上にちゃんと何持っていくか考えたであろう跡が残ってんね。中心の黒い部分を入れてますね。もちろんまん丸になるように塗るんだけども、この大きさだとさ、塗るっていうより置くイメージだよね。あ、違う。なんか色置くって感じじゃない？私塗る。ああ、そう。なんか色を置きながらだんだんこの丸を大きくしていくみたいな感じなんだよな。まあそれは人それぞれっていう。同じ筆使ってないからね。そうだね。私もこの目ん玉塗るときもっと短い筆で塗るもん。そうか。まあでもきっともし来年ちゃんと参加するとしたらまたワクワクして寝れないんじゃないかなって気がするけど。それはね 100% 寝れないよね。それは間違いない。うん。あとこの興味持って見てくれてさ、なんか筆塗りに興味があるんだよね、やってみたいんだよねっていう方が結構いて、広がればいいよね。してほら同じさ瓦礫塗ってる人がさ2日目お隣さんでさ、いたのみたいな。そうそう、もう、北海道に瓦礫塗ってる人いないんじゃないのって思ってたぐらいだもんね。ちょっと話聞いてるとやっぱり興味あるんだけど、なんだろうな、やろうとしたら結局環境をまた再構築しなきゃならない人が多いんだよね。やっぱラッカーメインでやられてるから、ラッカーで船塗りする人もいるんだけどね。これはそうだ、交際をだいたいいつもね、明るさが違う色2色ぐらい使って描くんですね。うん。ごめん、これ嘘。今の嘘です。これ交際じゃないわ。黒目の、なんていうの、下の方は明るくすると、こう、良くなるんだよ。うん、それやってるわ。交際みたいなもんじゃもんだね。これ点7点。ハイライト。はい。プル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 ピシッ。プルプル。やろうと思ってさ、いい位置についたのにさ、塗料が乗らない時とかさ、そうだね。ーってなるよね。そうそう。細細工で使うからさ、時間かかると乾いててつかないじゃん。ここいい位置入ったんじゃないこれ。うん。こうなりますと。さあ、これは何が始まる？眉毛だ。ちょっとずつ色のせていって適正な大きさになるようにしてるな。この眉毛がないのがまた怖いんだよね。うん。で、
モデルによってはね、眉毛が造形されてるやつもあるけども、これはないわ。一切ないわ。そう、これメディウム使ってたな。うん。なんて言うんだろう。メディウムなしだと、なんつうの、ビッてはっきり色乗りすぎちゃって、修正がむずいっていうのもあるし、なんか、なんちゅうの、すごく眉毛濃い人みたいになっちゃう。ので、メディウムで薄めて、慎重にやってる感じだね。テレスノンってさ、なんちゅうの、顔の全部のハイライト入れてからお、眉毛描くんだね。そうだね。うん。私、あ、違うの？違う。いつ入れんの？最初。最初？最初、いや、肌のベースうん。塗った後に眉毛やって、そこああ、からそうなんだ。ハイライト入れてく。へえ、あ、そう。だってさ、ハイライト終わった後に眉毛入れて失敗した時のリカバリーむずくない？ああ。まあ、それは別に正解とは言ってないよ。そう、違ったなと思って。ね、先に眉毛入れちゃうと、なんて言えばいいの？眉毛の周り、ハイライト入れにくくならない？したら。今度描いた眉毛潰しちゃう可能性あるからさ。私のやつどうなってんだろう。別にそういう印象受けないんだけど、今言われて初めて知ったぐらいだから。じゃまあ、好みかな。先に眉毛入れちゃった方が、なんつうか、出来上がりの表情読めるかもしれないね。だからその眉毛あることによって受ける印象で、目の塗り方とか影響するかもしれないから、もしかしたら眉毛最初の方がいいかもしれないな。まあ、印象がどうのこうより、そのミスった時のダメージ、自分の心のダメージの問題だ。これ今、いわゆる涙袋を際立たせるために陰影をつけたがちょっと濃かったので薄くしているところだね。うん。すごく一発でいい感じにぼかせたね。そうだね。うん。うん。と、こうなりましたと。おっと、これは何をする気だ？あ、目の下ね。これ涙袋の下っていうのは、ちょっと紫色が入ってんだよね。多分、自分の顔鏡で見たらわかると思うけど。多分血管の色だね。目の周りって驚くほど紫だからね。うん。そう、このまぶたの周辺もちょっと紫さして。まあこれ塗ってる本にしかわかんなかったりするけど、やるやらないでなんか結構雰囲気変わる。うん。眉毛の色ってあれな、髪の色に合わせなかったんだ。同じだよ。うん。あ、眉毛でしょ？同じだよ。うん。ちょっとこれ今自分でも、これ何やってんだろうってちょっと思ってないけど。あ、さっきの赤み刺すのも継続してんのか、これ。あとこの動画がいつ上がんのかちょっとまあテレスドンのちょっとさじ加減だけど、今度札幌のテレビ塔のとこでなんかまたあるんでしょ？そうそう。チョップ10っていうプロの人しか参加してない展示会がなんと全国から。これは別に私が告知するようなことではない。けどそういうのが
今年最後なのかな。かね。シカゴいつだったっけな。ただそのチョップ10っていうのはね、ちょっと見に行ってみようかなと思ってるんだけど、うん。あれでね、それこそその石狩模型人で声かけてくださった方が出てるんでしょ。うん、多分ね。うん。まあ、とりあえずはね、そうやっても、今後のやっぱ一番メインは、一番近いのは、サヤモデルショーですからね。その前にボークスもあるけど。ああ。まあ、いや、まあ、ボックスはね、大体、何してるんですか。鼻の頭に、赤みさしてるな。うん。で、この人怒ってらっしゃるんで、鼻と頬はかなり大げさに赤くしてます。と言っても、慎重に何度も色を乗せて、徐々に赤くしていくって感じだね。なんだっけ、ウェザリングだっけ、なんだっけ、デザリングだっけ。グレージング？グレージングうん。みたいな。うん。これは本格的に赤みを指す前段階ですね、これは。これね、確かこれでなんとなく範囲決めたんだよな。うん。この後もっとどぎつい色使って入れるから。うん。これも難しいよね、この赤みさす。この範囲がね、難しい。そういえばなんとそのサヤモデルショーになんと北山さんが参戦されると。ああね。やばい楽しみだな。生で見れるね。うん。というテレスもまだ賛成しますって言ってないよね。サヤモデルさんに。いや、言ってないよ、まだ。うん、そうそう言うか。いや、なんか、一個、ちゃんとしたのできたら言おうかなと思ってたけど、それ待つ必要もないね。これ俺別々に言った方がいいのかな。じゃない？うん。顎にも赤みさしてんな、こりゃ。違うな、これ。これ、どういうことだろう。これ何やってんだろうな、今の。いや、結局、でもさ、そういうことの連続じゃん。なんか、その時思い立ってさ、そこ直すのよね。うん。後から見たら、何やってんだ、自分ってなるんだよ。これ見るとほとんどピンクになっちゃってる。うん。もしかしてそれが気になって修正してんのかなっていうよりも見えないの。まあいいか。いいのかどうか。ああ、これは赤みさしてんね。鎖骨のとこは赤みがあってんだよね。血管が見えるな。骨張ってるところは。こう見ると本当肌ボソボソだよね。ボソボソ、驚くほどボソボソだな。うん、まあ、出来上がりを見てると思うけど、なってないか。そこまでなってないでしょ。まあ、クリア吹いてるからね、最後に。
それである程度鳴らされてるとは思うけど。お、出ました。そしてここで、これが来ました。蛍光塗料です、これは。蛍光2色を混ぜて、ものすごいピンクを作り出す。でもあれでしょ、5対5ではないんでしょ。そう、実はこれ5対5じゃなくて、紫とマゼンタ、ピンクみたいな色があったと思うんだけど、紫じゃないよ。紫じゃないよ。紫じゃないでしょ、ピンクだよ。マゼンピンクとオレンジだよ。待つ。いろんな名前普通に読むから。これマゼンタ。何語だこれ。あ、オレンジだ。マゼンタとオレンジ。で、オレンジの方が比率多めです。そうしないとすごく紫になっちゃうんで。ファレホだもんね。これファレホ。若干オレンジ多め。まあ、それはその時の、なんて言うんだろう。自分で混ぜながら調節ですね。まあ、目の上も若干赤いのと、なんだろうな。ちょっと印象柔らかくしたかったんだよね。ただあんまりやりすぎると化粧濃い人みたいになっちゃうから、そこ気をつけつつ、ちょっと赤くしました。結構良くなったと思うんだよな。そこに赤入れて。で、ここまでやると、なんて言うんだろう。急に赤くなっちまうもんで、で、まあその境界を肌色混ぜてぼかすっていう作業もこの後入ってるはず。毛がついている。取った。コショコショって取った。だいぶ赤くなったね。ぼかしてんの？ぼかしてんね、これね。これね、一番最後に入れたハイライトの色をしてるの？それともベースのベースよりも2段階ぐらい明るい色じゃなかったかな。で、こうさっきのピンクに混ぜて。そう。そう。あ、これ、ぼかしてんね、これね。あ、結構印象変わったんじゃない？最初よりは。でもこれもしばらく言ってたよね。目がきつい、怒ってるみたいだっつって。怒ってんのはいいんだけど、怒ってるから本当にね。なんかきつすぎるみたいなこと。しばらく気にしてなかった。してたね。で、過去にもね、何回か言ってるけど、顔から塗り始めることが多いんだよね、私ね。それなぜかっていうと、まず一番最初に目に入る部分なのと、一番最初に目に入る部分だから、そのモデルに着手した時が一番モチベーションが高い。その一番ノリに乗ってる時に一番重要な部分を塗ってしまおうっていうことで顔からやってます。で、顔がバッチリ決まると、これはぜひとも完成させねばって。自分の尻に火をつけられる。結構馴染んできましたね。もう34分。いやー、今日は盛り上がったね。いや、最初動画今日何分なんだって38分
長えなーっつってね長えな、どっか飛ばすかってなったけど、なんでまあ石狩模型人のお話もできたからね。石狩模型人がやっぱ規模会場が広いんだよな。ゆったりしててな、いいよな。まあ強いて言うんであれば制作者が誰なのかが分かんないっていうのがあツイートでも言ってる人いたけど、なんかお話ししたくてもどこにいるのかが分からないような感じだったよね。そうだね、ずっとそこに立ってるわけでもないしね。その辺もそうだね、展示してみてね、実際自分らもね、ちょっと疲れたから座るかって言ったらね、見てる人いてね、どこまで距離縮めればいいんだってね、ゆらーっと後ろ行ってね、制作者ですってかといってね、私が作りましたの顔写真置いておくのもなんかね八百屋みたいな、八百屋じゃない、スーパーみたいなね野菜生産した人のでもそういうなんかのイベントやってくれる人がいて助かるよね。助かります。駐車場もさ大きかったし、うんちゃんと全然止めれたしね。うん。あとそうだ、自衛隊とあ、なんかコラボしてて、自衛隊の車に乗せてもらえたよね。そうそ運転席に座れてさ、う。うん。オートマでびっくりしたもん。ね、うん。後ろの荷台っていうのにも座れたよね。うん。缶バッジもタダで配っててもらったし、うん。なんかクイズ大会やってなんかもらえてる人もいたしね。うん。今日がまあ4日で、そのイベントが2、3だったもんで、興奮冷めやらぬ感じで、そうだね。収録しておりますが、うん。そろそろお時間になりますそうですね。ので、まとめていただけますか。一時はどうなるかと思った顔なんですけども、まあまあ、よくまとまったんじゃないですかね。この次は髪の毛かな。この髪の毛が面白かったんだわ。本当にね、なんつうかね、塗りやすいっていうかね、塗ってて楽しい造形なんだ、この髪が。で、髪の毛塗ってる本人はめっちゃ楽しいんだけど、動画にしたら超地味なんだよね。ずっと同じことやってるからね。変化がないんだよね。そういえばさ、映ってないけどさ、鼻の穴ってどうなってんのこれ。なんかちょっと穴開いてるよ。いやいや、塗りがって普通に一番暗い色塗ってるよ。動画にないよね。よかったっけ。まあ別にそんな大したことじゃないよ。いや、塗ってるか塗ってないかぐらいもわかんない。これ塗ってます。そう。塗ってなかったら自然に落ちてる影でこうなってるのかどうかって話なんだから。いや、これ塗ってるよ。だそうでした。でした。ほい。ということで、終わりまーす。テレスノンでした。次回もお楽しみ。ひまわりでした。またねー。